頑張っているのになんとなくうまくいっていない。自分の向いている方向は本当にこれで合っているのかな。そもそも何をやりたいのかよくわからない。こんなモヤモヤに心当たりはありませんか？もしそうなら、おめでとうございます。それは自分の中に眠っている力をすべて発揮し、突き抜けるために絶対に必要な大事な片道チケットです。ネガティブな感情は決してあなたの敵ではありません。今のままでは何かがずれていますよ、ということを伝える重要なサインなのです。それどころか、ごまかさずに向き合えば、あなたが進むべき道、そして生きる目的をも教えてくれる超強力な味方になるでしょう。それに気づいたとき、あなたの人生はトントン拍子に良い方向に向かっていくことをお約束します。さあ、本当の自分に出会う旅を始めましょう。あなたは今、自分の人生がいい方向にうまく進んでいると感じていますか？それとも、頑張っているのに思うようにいかないとか、このままでいいのかわからないと感じているでしょうか？人生は自分の思い通りにならない。自分の人生は見えない何者かに振り回されている。あなたもひょっとするとこんなモヤモヤを抱えているのかもしれません。ご安心ください。この本はそんな誤った思い込みを打ち砕き、悩みを解決するための本です。私のところに寄せられる相談の内容は実に多岐にわたります。夫婦関係から親との関係について、子育ての心配事、ビジネスやお金の不安、人から妬まれやすいとかトラブルを起こしやすいといった人間関係の悩み、そして病気のこと。まさに人生にまつわるありとあらゆることです。さて、こうして多くのクライアントの悩みを解決する中で、私はあることを確信しました。それは、このような様々な悩みは、一見すると無関係に見えますが、実は根本的な原因はすべて同じであるということです。その原因は、彼らが本当の自分で生きていないから、これにつきます。生きるというのは、誰かがすでに成し遂げたことをただなぞり真似ることではありません。自分の頭で考え、どう行動するか、どんなものを信じるかを自分で選び決めていくことなのです。要するに、私は本書で皆さんにこう伝えたいのです。さあ、人生とダンスをしよう。型にはまったダンスをするのではなく、起こる出来事とダンスをしていく。つまり、相手、現実が動きを変えたら、こちらも何事もなかったかのように動きを変えて、それに合わせてダンスを続けていく。そんな感覚で生きていっていただきたい。どんな出来事が起こるか、全く予測不能なこれからの時代を生きるには、この感覚を身につけることが絶対に必要なのです。すでに自分の望みをどんどん叶える人、人生がスイスイうまくいく人は、この感覚をきちんと身につけています。あなたも自分をそんな風に変えたいと思いませんか？ガラリと現実を、そして人生を変えてみたいと思いませんか？この本が新しい時代を新しい自分で生きることを決意したあなたのお役に立てることを心から願っています。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は自分のままで突き抜ける無意識の法則という本をご紹介したいと思います。突然ですが皆さん、人生うまくいってますか？気力も体力も充実しまくりで、人生はトントン拍子にすべて思い通り、毎日がワクワクの連続ですよ。という声は聞こえてきませんね。でもね、今言ったような生き方、実はできるんです。あなたが持って生まれた生きる目的がはっきりと見えれば、それこそ人生を思いのままに変えられるんです。ちょっと気になりますよね。著者はメンタルトレーナーの橋貝浩二さん。
言葉と心理技術を駆使し、脳の動かし方を変化させる方法で、クライアントが抱える体とメンタル面の悩みを改善し、本当の自分を取り戻すサポートを20年以上も続ける、世界を股にかける人気トレーナーである橋貝さん。本チャンネルでも橋貝さんの本をご紹介させていただきましたが、こちらもとっても素敵な内容でしたよね。そんな彼が自分の生きる目的を見つけることで、あらゆるリミッターが外れ、人生を思いのままに変えることができる方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。どうせ舞台に立つのなら、心から納得のいく演技がしたい。人生は舞台のようなものです。ある芝居をするために役者が集まり、台本が渡されてそれぞれに役が割り振られます。舞台に立った役者たちはストーリーを思い描きながら役柄のメッセージを観客に伝え、ラストシーンを迎えます。実は私たちが生きることと死ぬこともこの舞台と同じなのです。あなたは舞台で芝居を演じる役者です。潜在意識、つまり本当の自分は配役やセリフ、ストーリーを用意してくれています。そうしてあなたの人生のお膳立てをしてから、さあ演じなさい。あとは観客席から見させてもらうから、と高みの見物をしているのです。例えば配役、親、兄弟、友人、仕事関係者、そしてストーリーを動かしていく仕事、体験、出来事、環境。芝居に必要なものは全部用意されています。しかし多くの人は舞台の上で生き生きとした演技をすることができません。無理もありませんよね。普通、いきなり舞台に上がらされて、さあ、今から演じなさいと言われても演じられませんから。自分の役柄もセリフも、劇の全体像やストーリーも何もわからないでしょう。だから多くの場合、自分が何をしたらいいのかわからないと戸惑っているうちに終演の時間がやってきて、劇の幕が閉じられます。これはつまり、自分の生きる目的が何なのかわからないと尻込みしたまま人生を終えてしまう人がいかに多いかということなのです。私たち人間は例外なく生きる目的を持って生まれてきます。つまり、今回の人生において成し遂げる何かがそれぞれにセットされているのです。その何かとは世の中に貢献することかもしれませんし、人々に愛や癒しを与えることかもしれません。全く新しい価値を生み出すことという人もいるでしょう。その役柄は本当に人それぞれで比較することはできないのです。それが先ほどの芝居の例における役柄ということになります。そして人は自分にセットされた役柄を生きているとき、すなわち生きる目的につながった活動をしているとき、最も強く幸福を感じます。これが私の言う本当の自分を生きるということ。人は本当の自分を生きているとき、最高の充実感と幸せを感じるのです。生きることが義務になってしまったり、他者基準で生きたりしてしまうのは、結局のところ自分が何をしたいかわからないから。自分の役柄がわからないから、軸足のずれたところで不安定に生きるしかなくなってしまうのです。このままでいいのだろうか。この芝居、ちゃんと大団円に向かって進んでる？こう不安になるのも仕方がありません。しかし、ストーリーが進むうちに、この舞台の設定、セリフから推測すると、おそらく自分はこういう役回りか、とだんだん気づいていくのです。私はこれを人生のパズルを解くと表現しています。本書でより詳しく触れますが、
その時の大きな手がかりになるのが、ネガティブな自分やネガティブな感情、ネガティブな出来事たちです。そうして人間は、人生という舞台の全体的なストーリーや設定を思い出しながら生きていきます。つまり、未来の記憶を思い出しながら生きることで、自分の役割を果たしていくのです。人は無意識に未来に起こる感覚を体験しながら生きている。想像してみてください。今あなたはオフィスで仕事中です。そして次のようなことを考えています。1、仕事が終わってからとても嫌なことが待っている。2、仕事が終わってから大好きなミュージシャンのコンサートに行くぞ。ここであなたに質問です。仕事中の気分やモチベーションはどちらの方が良さそうでしょうか？仕事のはかどり方や進み具合はどちらの方が良さそうでしょうか？仕事が終わった後に嫌なことが待っていると思う場合、だんだん就業時間が近づくにつれて、なんだか憂鬱だなとテンションが下がってしまうでしょう。それに対して仕事の後には大好きなこと、非常にワクワクすることが待っていると思うと、それだけで楽しくなってきて仕事がはかどったりします。これが無意識に未来を思い出しながら生きているという感覚です。これを実証する脳科学でのこんな実験結果があります。ヨーグルトのカップを目の前に出されて、蓋を開けて食べ始めてから食べ終わるまで、どの時点が最も激しく脳が喜ぶのかを計測したのです。私は食べて味わっている時が一番脳が喜ぶのだと思っていたのですが、意外なことに結果は違っていました。脳が最も喜ぶ瞬間。それはなんと、蓋を開ける瞬間だったのです。これはこういう味かなと想像しながら蓋を開けるときに、人はすでに楽しみ始めている。つまり人間というのは未来に起こる感覚を今体験しながら生きているのです。これが未来を思い出しながら生きているという感覚です。私たちは未来のことを今体験しているのです。旅行でもそうでしょう。計画を立てたり、行き先を調べたり、予約したり。未来のことをプランニングしている時が最も楽しいのではないでしょうか。これは逆に言えば、未来がはっきりしていなければ、今不安になるということです。未来に楽しいことが待っていると思うから、今楽しい気持ちになるのです。反対に未来に嫌なことが待っていると思えば、今不安や憂鬱さを感じるでしょう。つまり、未来の記憶をどう設定しておくかが鍵なのです。未来の記憶と感覚を設定し、水道の蛇口をひねれば水が出るのは当たり前と考えるのと同じくらいの感覚で、未来が私の思い通りになるのは当たり前という感覚をいかに芽生えさせていくか。あなたは自分の将来にどういう未来をセットしていますか？もし今自分の人生に対してなんとなく不安だ、もやもやする、憂鬱になる、そういう感情が湧く場合はセットした未来がずれている。ただそれだけの話なのです。病気がやめられない記憶を思い出していた末期がんの男性。私は今、言葉で病気をやめさせるという研究をしています。毎日様々な健康に不安を抱えた方が私のセッションを受けに来られます。ある時、余命1週間を宣告された末期がん患者の方が紹介で相談に見えました。私だって余命1週間の方をどうにかできるかなんてわかりません。ただ、ご本人がどうしても私のセッションを受けたいと言われるので、やむなく受け入れたのです。いつまでにがんをやめて健康を取り戻すか決めていますか？決めていません。仮に1年後にがんをやめたとしましょう。健康を取り戻した自分の姿はどういうイメージですか？想像がつきません。どうして想像がつかないんですか？だって、治ると思っていないから。つまり、この方は自分が治るということを自分で信じていないのです。自分の病気は治るわけがない
という未来の記憶と感覚を思い出しながら治療を受けている。その矛盾は一見してわかりますよね。だから病気がやめられないのです。体が病気をやめるように動かないからです。自分はこうしたいという明確なイメージもなければ、自分はこうするという意志もありません。厳しいようですが、そんなメンタルでは病気をやめられるわけがないですよ、と私はお話ししました。しかし、私のセッションを受けたのが良かったのか、この方は最初会った時は余命1週間と言われていた状態からどんどん元気になっていきました。周りの医療関係者も何をしたんだと驚いていたほどです。普通は時間というのは過去から現在、未来に流れているものと考えられています。しかし、それは間違った認識です。時間は未来から現在、過去に流れています。未来のセットが曖昧だと、今が曖昧で不確かなものになってしまいます。先ほど例に挙げたがん患者の方は、未来の健康でいる自分の想像がつかないから、今、がんをやめることができなかったのです。しかし、まさに未来の記憶を思い出しながら生きるようになると、どんどん元気になっていかれました。つまり、どういう未来の記憶と感覚を思い出すかで、私たちの現実は変わってくるのです。過去のネガティブな体験をネタにドラマを作るとしたら、未来の記憶を思い出すときの簡単なテクニックをご紹介しましょう。過去の出来事を洗い出し、何のためにそれが起こったのかを考える。こうした体験をまとめて一本のドラマにするのです。テレビ局のディレクターから次のようにオファーがあったとします。あなたの過去のネガティブな出来事をネタにしてドラマを作ってください。その際、人生は思い通りにならないという前提でお願いします。すると、こんな辛い出来事があった。やっぱり人生は思い通りにならないというストーリーにするでしょう。次にディレクターから人生は思い通りにならないから面白いという前提でお願いします。こう言われたとします。当然、人生は思い通りにならない。だから面白い。というシナリオを考え始めるはずです。すると、脳の動き方が変わってくるのです。また、テレビ局のディレクターから、今度はそれをお笑いのオチがある前提でコメディとして書いてみてください。と言われたとします。ネガティブなことがあった。それが笑いにつながる。例えば、それをコントにするのであれば、紆余曲折があった後、ダメだこりゃ。なんでやねん。というオチになります。どういう前提でどういう器をセットするかで中に入った情報は見え方が変わってくるのです。過去の一見ネガティブなものを人生は思い通りにならないという前提でまとめるとそれ以上の発展はありません。しかし人生は思い通りにならないから面白いという前提でまとめると新しいアイデアが出てきます。人生は喜劇だという前提でまとめると脳はもはや面白がり始めます。こんな風に一つの器に固執せずもっとフレキシブルにいろいろな器に入れてみようとトライしてほしいのです。例えば過去のネガティブな出来事を人生は愛しかないという器に入れてみたらどうだろう。この世は必要なことしか起こらないという器に入れたらどうだろうといった具合に過去の記憶は悪者扱いをすると、その通りにあなたの足を引っ張るような悪さをしてきます。しかし、あなたがその記憶を、あれは一見ネガティブだったけれど、自分にとって必要なことだった、という前提で見るようになると、一転してあなたをサポートしてくれるようになります。このように、人生の器をまず変えてみてほしいのです。いろんなアイデアを引っ張り出してほしいのです。あとは、どういう前提でいくか、あなたが決めるだけ。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？本書を読むと、改めて自分の価値や生きる目的を考え直すことは重要なんだと感じます。やっぱり世の中のすべては自分の心持ち次第なんですよね。同じ舞台でも演出が変われば、喜劇にも
喜劇にも変わるというわけです。その演出、つまり自分の心持ちを決める重要な要素が自分の本心や自分の価値、そして生きる目的だったりするんです。本書ではこれらの要素をはっきりと理解する方法を教えてくれています。例えば、ネガティブな感情の中にもいろいろなヒントが隠れているんですって。少し行き詰まりを感じている方や、なんとなくもやもやとしたズレを感じている方、そして自分自身を一歩深く知りたい方にはとってもおすすめの一冊です。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。